三種の神器とは何だったのか。祈りと力の形、鏡、剣、玉、この3つを人は三種の神器と呼びました。日本の神話と歴史、その狭間にまるで心の奥に沈んだ形のように残されている3つの宝。それはただの装飾でも武具でもありませんでした。そこには古代の人々が目に見えない力を信じ、形に託した祈りが込められていたのです。今回はこの3つの神宝が語る日本人の精神と神話の風景をたどってみましょう。八田の鏡。それはアマテラスが岩戸に隠れた時、神々が差し出した一枚の鏡でした。あなたの光はここにある、そう伝えるように鏡はアマテラスの姿を映し出します。そして彼女は再び世界を照らす存在として歩み出しました。鏡はただ姿を映すものではなく気づかせるものだったのです。古代の神社には鏡がご神体として祀られました。神の姿は誰も見ていません。けれど鏡の奥に自らの姿を重ねた時、人は神と向き合うということを知ったのかもしれません。草薙の剣。この剣はスサノオがヤマタノオロチを退治した時、その尾から現れたとされる神の剣です。オロチとは災いの象徴、川の氾濫や自然の猛威そのものでした。スサノオがオロチを切り伏せた時、人々は境界を越える力を感じたのです。恐れを断ち、災いと向き合い秩序を取り戻す、その象徴として剣はあった。しかし草薙の剣が本当に語るのは勝つことではありません。剣を抜く前の静かな覚悟そのもの、それは力を持つ者がその力をどう使うかという問いでもありました。八坂にの勾玉。これは耳飾りでも宝飾でもありません。玉には神と人、天と地をつなぐ意味がありました。その形は円でも直線でもない不思議な曲線。勾玉は胎児のような形とも月のかけた姿とも言われます。完全ではなく未完成、けれどそこにこそ命の循環が宿ると古代人は感じたのかもしれません。勾玉は祈りの時、誕生の時、死者を見送る時にも用いられました。すべてのものはつながっている。勾玉はその静かな願いを胸に秘めた結びの宝だったのです。鏡、剣、玉、この3つが揃った時、人はただのものではない象徴を手にしました。それは見る、立つ、結ぶという3つの行為を形にしたものでもあります。そしてこれらは後に天皇の象徴となりました。けれど三種の神器は権力を誇るための宝ではありません。それは天と人とをつなぎ秩序と慈しみを保つ者に託された責任の形でした。今も八田の鏡は伊勢神宮に、草薙の剣は津田神宮に、勾玉は皇居の中にそれぞれ秘められています。けれどたとえそれらを見ることができなくとも、その意味は私たちの暮らしの中に生きています。自分の姿を映すとき、何かと向き合い断ち切るとき、人と人とそっと結ぼうとするとき、それは遠い神話の力が今の私たちの手の中にそっと宿っている瞬間なのかもしれません。このチャンネルでは忘れられた光と語り継がれる祈りを丁寧に紡いでまいります。よろしければチャンネル登録と高評価を、また物語の続きを共に歩んでいただけましたら幸いです。